ばんにちは、メイキャンです。今回もマインクラフトサバイバル実況をやっていこうと思います。はい、こののんびり開拓サバイバル、前回はとうとう一人でエンドラ討伐に成功し、そしてエリトラ花火のための火薬をゲットする、実はクリーパートラップなモノミノと、こちらですね。こちらを作りました。イエーイ。はい。さて、それでは、いよいよ念願のシュルカーを手に入れに行きたいと思います。よろしくお願いします。それでは、レッツゴー。よし。じゃあ行きますか。落ちませんように、落ちませんように、落ちませんように。私は、落ちたりなどしないし、したこともない。これからする予定もない。入ります。行きます。これこうやって入ってったらどうなるんだ？こんな感じね。ビーコンが出てる。ここ？ああ、もうすぐ帰れるようにしてもらってる。そしてすぐ目の前にエンドシップがある。超近くにある。ちょっと待って。ちょっと、これ被っとこうね。これで顔があっても大丈夫。こんにちは。どうも。私はエンダーマンです。あそこさ、離れすぎじゃない？あ、そうそうそう。私ね、ここでちょっとやってみたかったことがあって、地図を作ると良さそうだなってなりましたんで、地図作っていこう。これいいね。あ、嘘でしょ？こんな何にも屋根がないところで、飛ばされては困ります。困ります、お客様。こんな。やめて！屋根のない場所で飛ばされては、まだ、こんにちは、お邪魔しますって言ってないのに、こんにちは、お邪魔します。はい。ゲボって言ってますね。やったー！そう、これが欲しかったんでございますよ。でも2体だけ残しておきたいんだよね。全然落ちない。先生、頼みますよ。うん。そもそものアスレチック上手に。ダメだこいつ。アスレチックで、手間取ってやがる。私いつもフライモードが使えるサーバーでね、遊ばせてもらってるんで、これもそんなに苦労しなかったんですけど、こんなに苦労したっけ？シビアに、こう、見つめていかないと。しかし、あんまりにも落ちなさすぎじゃありませんか？とりあえず一人だけ残しとく？大丈夫かな？そこで見てるよ。こっちを見てる。うわー、ちょっと無理があるゲームじゃない？そんなことする？こっち見てるんだけど。あんなにいたっけ？私に気づかないで。ここまで来たものの、お邪魔します。怖かった。よし、これで。洗礼が待ち受けていた。こんにちは。どうも、お邪魔します。すいません。そしてさ、殻が全く落ちないよね。ダイヤモンド！飛び道具耐性。殻が全く、でも、いただきます。エリトラ初自分ゲットエリトラ。やったー。あれ？ここさ、エンダーチェストとかなかったっけ？私に当てないでね。私上に興味があるから。見てみたいだけだから。何もない。倒りますけど当てないでね。当てないでって言ってるでしょ。もしかして外にいた人がワープしてきた？ちょっと無理がある気がしてきた。ください。怖い。ナイス。とりあえずエリトラを入れておこう。そしたらまたかぼちゃかぶって、大陸広いね。見た目悪。結構陸続きでいいね。
エンドかー。エンドいいね。ここもまたなんかこう想像力をかきたててくれるいい土地ですよね。大陸は制覇したけれども、なんや何もなさそうやな。また小指と戦わなきゃいけない。ほんま。やめてー。逆に危険。逆に危険だ。これは逆に危険だ。あっぶな。いや、でもよく考えたらその水流をたどって上に行けるわけだから、そういう意味では大丈夫？なんか何もなさそうだぞ。とりあえずここら辺であれしとこうか。嘘。水つけてないのに壊れちゃった。エンドシップ知らない？やだ、シュルカーを諦めろっていう、そういうあれ？地図を制覇してしまいそうなんですけど。もうさ、こんなことをしてられるのって建築税さんたちって変態なの？小指だけが今猛烈に汗をかき始めた。小指マジでエンドシップがない。エンドシップがござらぬ。もう帰りたい。帰ろうか。ちょっと疲れちゃったよ。今度にする？また今度にする？エリトラを使ってエリトラ予備を手に入れに来る？帰るのも大変じゃん、もう資材がないね。帰ろっか。資材がありません。帰ります。エリトラ練習しなきゃいけないね。いやー、エリトラ私上手に扱え、いや、統合版のね、エリトラの使い方ってものすごく難しいんですよ。で、Java 版ではね、今のところ私エリトラを使うところまで行ったことがないんですよね。こんなね、別にエリトラなんかなくったって人間にはね、立派な2本の足が生えてますからね。別に空なんか飛ばなくったってね、大地を踏みしめて全てを失うかどうかの中で、この一歩一歩進むには、だいぶ心が折れますな。とりあえずここまでようやく帰ってきたよ。エンドシップ最初にあったのはラッキーだけど、もうちょっと大きくてもいいと思うんだ、私。いけるかな？私これ失敗したら大変なことになるもんね。あっちが地面がある方向だから、これで、こう？大変だった。別に何もしてないけど大変だった。とりあえずこの範囲を私は見て回ったよ。まあいいや、帰ります。お疲れ様でした。疲れた。ただいま。現世に帰ってきてよ。ただいま。いやー、苦労したな。お疲れ様でございました。これで、メイキャンのエンドの冒険第1弾は終了にします。初めてのエンド建築、行くぜ。めちゃくちゃ松明を置いて巻き潰しをすることでエンダーマンさんたちに建築中に目が合わないようにしてみました。あとちょっとここら辺を平らな土地にしました。まず、これは別に装置には関係ないんですが、目印としてこんな感じでちょっとね、方向を当たっていきましょう。統合版だとすごい簡単な感じで装置作れるんですけどね。ノース、北が青で南がこれよ、赤よ。で、西に黄色、東に緑と。OK。こんな感じでやっていきます。今回の装置は、シュルカーの逃げようとする方角を利用した装置です。必ず方角を確認してください。雪だるまを利用した装置なので、暑い地域では運用できません。で、シュルカーはこの装置と同じ 17×17 の範囲内にテレポートするので、その範囲内から、さらに多分17マスくらいかなは、普通のフルブロックがあるとそちらにワープしてしまい、故障や危険の原因になりますので、ご注意ください。20マス開けとくといいよ。雑。はい。これオーバーワールドにも作ることができます。今回は搬入搬出めんどくさいんで、もう収録がすぐね、運べるね、このエンドのこの場所に作っちゃいます。今回、機構部分として使用するのは、主に足場とハーフブロックです。
で、外装としてなんですけど、今回外装として使用できるブロックがかなり限られています。今回安心して使えそうなのはヘイブロックと板ガラス。気をつければ使用できるのはこの階段ブロック、ハーフブロック、そして足場ブロックと、あとはこのソールサンドや泥ですね。これらを使用する際はブロックとして完全な面を工夫してなくすか、シュルカーがワープしないようにする対応が必要となります。このね、泥とかソールサンド少し小さくなっていて、上面と横4面は完全ではなくて、シュルカーの足場として適さないため、この一番下の部分だけ完全な大きさなので、この底面に気をつければ使用することができます。ただしですね、ソールサンド以外に例に出した泥ブロックは、なんとエンダーマンが持ち運んでしまう対象ブロックであり、注意しなければならない面をね、ポコって急に抜き出されて剥き出しにされてしまう可能性が高いですので、装置のね、故障につながってしまいます。そこのね、部分にシュルカー飛んできたらちょっと大変危険ですので、今回は使用しないことにしました。それでは実際に装置を作っていきましょう。はい、今みたいにこんな感じで方向ね、わかりやすく目印をつけておきましょう。この中心1ブロックから南に歩いて7マス目。ここのブロックに地面から9マス分足場を積みます。これを上がった後に、この位置から6マス足場を伸ばします。振り返って北を向いて右手側、東に向かって今度足場を2つ伸ばします。そしたらこの伸ばした足場から北に向かって4つ足場を伸ばします。で、このまま足場を使う人は、この足場の上にボタンを設置していきます。はい、そしたら、ここに、この何も置かなかったところに待機所を作るんですけど、3ブロック積み上げます。で、この一番上にドアを置いて、そしたら、あっちの方向に向かって、ハーフブロックを設置します。よっ、上付きで。で、2×3 のね、マス数で作りますよ。で、そしたら、この端っこに階段ブロックをこういう感じで設置します。この放置スペースなんですけれども、もしシルカーの攻撃が当たってしまうようであれば、こういう風に階段部分をソウルサンドに変えた方がいいよというのがコメントにピン止めでされておりまして、資材に余裕がある人は最初からこういう感じで、この階段部分をソウルサンドにしておいた方がいいかなと思います。で、ここに今、松明をつけてるんですが、このね、ドアを開けておくと、このドアの部分にもシュルカーが止まってしまうんですよね。なので、そのシュルカーがここに止まってしまうのを防ぐために、ここの部分に松明を置いて、シュルカーがここに移動してしまうのを防いでいます。ドア閉めたらシュルカーまたすぐ多分テレポートしてくれるんですけど、攻撃をね、無防備な状態で食らいたくないですからね。はい。反対側も同じくこういう感じで階段ブロックを設置。ここの部分に兵を置きます。で、ここ、上付きのハーフブロックを置いて、この上にシュルカーが乗らないように、ハーフブロックを下付きで置いて、とりあえずこれで待機所が完成しました。向こうにシュルカーがいることになるんですけど、ここでシュルカーと目が合ってると効率がね、すごい上がるみたいですね。とりあえず待機所はこれで OK。そうしたら、ここの位置、右手側ですね。ここの位置に、上付きハーフブロックを置いて、3×3 マスの土台を作ります。で、この時ですね、この中心部分の位置が、ここの部分になるようにしてください。そうしたら、今度、この部分にね、雪だるまが働くエリアを作りたいと思います。階段ブロックを置いていきます。足場の部分から手が届く位置に、ハーフブロックでも1個のブロックでも何でもいいんで積んでもらって、そしたらまた、こんな感じで、階段ブロックを積んでください。レバーつけといて、ここにこんな感じでトラップドアをつけてね。で、そしたら、この上に、ちょっとドキドキするんだけど、雪だるまを10体から23体。数が多ければ多いほど、効率が良くなるみたいです。23体っていうのがね、窒息ギリギリの数なんだよね。トラップドアのある方向から、かぼちゃの数を準備してやれば、脳死でスノーゴーレムが召喚できる。
そしたら今後シュルカーを運んだ時にこの人たちが間違って当てないように一応閉めておきましょうね。こんな感じで今23体のスノーゴーレムがこの中に入っています。そしたらここでチェストを置いていくんですが、地面からアクセスできるようにしていこうと思います。私はこっち側にね、ちょっとチェストを置いておきたいので、そしたらすぐにアクセスできるから、こんな感じで置いていきます。これに対してホッパーをつけていくよ。はい。こうなりました。はい。そしたら、この上に足場を置いて、ここにも足場を置きます。で、そしたらこれを包むかのように、こんな感じで上付きの階段ブロックを貼っていきます。で、一応こんな感じで、こう端っこが、この部分がかける感じになるようにしますと。そしたらここに上付きの階段をこんな感じで置いていきます。で、そしたらこのホッパーの反対側の部分にこの向き、普通の向きで階段ブロックをつけて、その裏面に、逆さ階段、足場でもいいから置いて、こんな感じでちょっとここに水が流れるのを止めるね、部分を作ってもらって、ここに対して水を流します。こんな感じ。この水流がホッパーに向かって流れる感じにします。で、そしたらここの階段ブロックを取ると。ここから2マス外側、2マス3マス目の部分に、ここから5マス積んでいきます。で、こっち側は今度10数えます。これで11マスの四辺形ができました。そしたら今度一辺17マスの足場を組んでいきたいので、この11センチ四方のところが足場の土台になるので、ここからね3マス出してったらいいからね。で、これであとはここを埋めていく感じですね。内側から沿わしていった方がいいんだよね。で、この水源になってる方ね、この水源になってる方にブロックを置く。そしたらここにトラップドアを置きます。このトラップドアの上に音符ブロックを置きます。その音符ブロックに向かってピストンを下からつけます。反対側に回って、こっち側から音符ブロックに向かってこの向きでオブザーバーをつけます。こんな感じだ。そしたらこの 17×17 マスの範囲に下付きの滑らかな石のハーフブロックを全部貼っていきます。登れないじゃないかーい。こんな感じですね。真ん中の部分だけ空いてます。そしたら今度また足場のね土台を作るので1、2、3、4マス目に開けます。で、この中心の部分ね、ここにまた置きます。1、2、3、4。ここはね、1、2、3、4、5。ここだね。はい。これで足場の土台ができました。そしたらまたさっきと同じように足場をドバーって置いていきます。そしたらまた同じ感じですな。1マスつけて、また下付きハーフブロックにして、また同じように足場の土台を作ります。そしたらこの上に立ちます。この上。だからまた南を向いて、そこからドロッパーを設置します。で、ここにシュルカが止まらないようにクモの巣を設置します。このクモの巣から右に振り返って、コンパレーターを置きます。コンパレーターの先に立って、右を向いてリピーター。コンパレーターに向かってリピーター。レッドストーンパウダーで回路をつなげて、ここを赤く光らせます。ここまで伸ばしてね。そしたら、ここの部分に今度シュルカー来ちゃうから、この部分にシュルカー来ないように、これを置きます。そしたら、これに向かってホッパーを接続します。なんかこう、囲む感じで、ホッパーを設置していって、そしたら、こんな感じにして、また下付きハーフで覆っていくよ。だから、こうだよ。ほい。こんな感じだ。で、ここを、こうだ。はい。こんな感じだ。そしたら、また同じように、足場を設置していくよ。ここに、ボートに乗って、こんな感じ。ボートに乗って、
こんな感じ。OK。はい。こんな感じで、この周りを覆う感じにするよ。で、そしたら、さらにその周りを、塀で覆います。この 3×3 の1マス外側を覆っていく感じですね。で、そしたら、ここ、1、2と。これを2マスかな。真ん中置いて、また2マス。はい、こんな感じ。そしたら、この真ん中に下付きハーフを置いて、で、そしたら、ここの部分をこうして覆って、で、ここに看板を貼って、その看板の上になんかブロック適当に置いて、こうして、で、ここに対して、両脇にこう伸ばして、で、ボタンを貼ると。で、ちょっとここをこんな感じで、よいしょ、OK。ここに必ず水を入れてね。この看板を置いてから水を置かないと、この下のね、クモの巣が糸に変わって落ちていってしまって、ここにね、シルカーがくっついちゃって、装置がうまく動かなくなるので、必ずこの順番で置いてくださいね。看板、水っていう順番ね。そしたら、今度ここ降りて、このね、この支えになってる部分、ここに、足場をもう一個ね、足していく感じですね。はい、同じ。これ、下付きのハーフブロックで屋根を作っていく感じ。はい、これで、とりあえず気候部分は完成しました。そしたら、今回のメインとなるシルカーさんを入れる前に外装を作っていこう。差し障りがあるからね。そしたら、外装を作っていきましょう。はい、この外装ですが、最初に言った通り、外装に使える建材が大変少ないです。なんかね、うまいことやりくりをして外装を作っていきましょう。ということで、今回はメインでソイルサンドを使っていきます。今回、外装に使ったソイルサンド、試作の段階では33スタックだけど、あくまでも試作に使った量なんで、もうちょっと多分少ないか多いかすると思います。ざっくりそのくらい使いましたっていうことで。ガラスを使いたいんですが、ガラスもシルカーがちょっとあれするんで、ここにね、こうやって水を流します。水をガラスのように使います。はい、これで水色の窓ガラスならぬ水ガラスがはまりました。ガラスをはめるとガラスの処理が今度ね、面倒なことになるんですけど、それを防ぐことができるという感じですね。そしたら、この後、この内側に光源を仕込んで、ビカビカにしていきたいと思います。外装が完成しまして、ここにシルカーを運んでいきます。一応ね、中のチェック2回くらいしたつもりなんだよね。うまくいくように祈っていてください。じゃあ、今私は大丈夫だね。何もつけてないね。はい。この透明化のポーション8分を作ってたんで飲みます。これで今私は透明になった。これあそこにいるんですよね。バレたりしないかな。これ、物が浮いてることになるけど大丈夫だろうか。これ捕まったら大変なことになるんだけど。バレそうでバレてない。ちょっと、なんでこういうことになってるの？バレそうでバレてない。乗ってくれたりしますか？しませんか？取り巻いてみたら取り巻いてみたらどうですか？取り巻いてみたら。乗ってくれた。そしたら、この、
見つかった。治癒のスプラッシュポーションを、ちょっと投げたい。あ、やめてーバレた。ちょっと待って。あ、やばい。捕まえたんだけど、お前この治癒のスプラッシュポーションを食らえ。そうだ、落下死という可能性があったんだ。やだ。いけ。そしてピシャッと行ってください。なんで、あ、もう自分で食らってんの？ここにこうして、オッケー。こうして、ちょっとなんでそういうことすんの？で、こうして、オッケー。これで、なんでやこうして、オッケーじゃない？いった。ちょっと見守りに行かなきゃ。で、どうですか？あ、降りたね。行ったね。多分行ったよ。そしたら、あそこの、これですよ。これ、ぴょいって触っといて、そしたらこの装置が動き出すので、一応治癒のスプラッシュポーションかけとこう。食らってください。オッケー。そしたら、ここで、スノーマンさんたちの出番ですよ。お願いします、先生。はい、これで、装置完成のはず。で、ここに入ってドアを閉めて見ておく。で、視線をやつに合わせておくと、増えてくれるらしいんだが、どうだろうか。ちょっとこれ、様子見てみようか。いや、いい感じで回ってません？増えた音がした。けどどうだろう。増えてる。いいね。増えてるね。順調に増えてます。で、ここまで来てくれてる。大丈夫だね。そしたら、ここも片付けていこう。いやー、やっぱね、シルカーさん運ぶの大変だったね。なんかここにいるんだけど。私はうまくいけるのか？うまくいけるのか？まさかの、私のおこぼしシルカーさんが。ほんと下手くそ。お手入れ方法は、このスノーマンのところのレバーを下げて、スノーマンの攻撃を止めて、シルカーの分裂を停止し、この場所以外のシルカーを退治して、建物や装置のメンテナンスをしてください。ここにいないかもしれないんで、一応ちゃんと確認して、くれぐれも全てのシルカーをやっつけてしまわないようにご注意ください。再稼働させる前に治癒のスプラッシュポーションで一回このシルカーを治療してあげることをお勧めします。で、実際私もこれを立ててるとこにやっぱりどうしてもこう想定できない抜けとかがあって他の場所にシルカーがついちゃってる時があったんですけど、その場合ね、このボートが攻撃を受けてしまってなくなってしまってたんですよね。そうするとここにシルカーが溜まってしまったりして効率が落ちてしまいますので、そんな感じでお手入れ手段が必要かなと思います。で、ここにね、こういう感じで1個足場をつけておくと安心なのかなと思います。このね、中にはシルカー飛んでこれないんで、この一番上の部分、私はボタンでシルカーが止まれるのを防止しているんですが、これでお手入れもしやすいかなと思います。はい、10分経ちました。今回もですね、移動時間などがあるので確実に厳密な感じではありませんが、10分間の効率を確認していきましょう。今ですね、シルカーを見つめながら稼働させた感じですね。シルカーを見つめながら稼働させた結果、3スタックと10個手に入れることができました。10分間で202個なので、かける6をすると、1212、1時間放置で1212という結果になりました。はい。適当な場所での放置10分が経過しました。
チェックをしていこうと思います。はい、1スタックと半分ぐらいですね。はい。ということで、だいぶ違いますね、これね。シルカーに目線を合わせないで放置した場合の、取得量が64個と39個だから、合計で103個ですね。これで1時間放置した場合、618個。普通にやっぱ放置場所で見つめながら放置してた方がいいですね。稼働させながら作業がある場合は全然それでもいいんですけど、言うてね、普通にいろんな場所探検して、シルカーの殻をゲットするよりも、普通にシルカートラップ作っちゃった方が良さそうですね。完成！こんな感じになりました。常世の終焉の世界エンド。やっぱり世紀末というかサイバーパンク的なそんなイメージが湧きやすいですよね。実はもっと変わった世界観にしたい気持ちもあったんですが、今の私にはまだまだ早く思いつかなかったようです。虎視眈々と新世界創造努力をしていこうと思います。ということで、実は日本の新宿などがそのルーツとなったというサイバーパンクな法廷風ビルのシルカートラップを作りました。その名もボックス法廷。屋上の部分から小さな星が出たり入ったりしているのもこのお店の見どころの一つ。ここではマイクラ界では不思議な箱がメインで製造販売されていて、あちこちに散らばるいろんな星というか小さな島からお土産にと購入する方がいるそうです。いかがでしたでしょうか？今回は初めてのシングルサバイバルでのエンド探検と Java 版では統合版と比べて結構手が込んでいるシルカートラップを作りました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、X と Instagram のフォローも良ければお願いします。それではまた次の動画でまたねー。